これも新宿のまあ裏の話なんですけど、で来る人間たちがまああの地方から来てるそのいろいろな過去を持った人たちが来てるやつなんですけど、すごくシンプルなラブストーリーだと思いますね。で、あまりあのそこに出てくる登場人物、まあ兄弟の話もあるし、そのまあ最初騙されちゃったその娼婦のね、要するに外国人のその娼婦の女となんかだんだん惹かれてって、なんか変な共同体みたいな形でその男3人と女1人のその変な、まあ、関係がそのなんかやっぱり自分たちがそのもう一つ弾けるためにはでもう日本なんか捨ててブラジル行こうぜ、でも金がないどうするっていう、そういう話をなんですけど、北村一輝が主演第一作、その前から三池組には結構出てる常連の役者だったんですけど、だからある意味ではすごくその俺はあれはピュアなラブストーリーだなと思ってるんですけどね。ただそのアクションがあったりその結構暴力シーンもあることはあるんですけど、まあピュアな青春ラブストーリーだと思います。それを忘れないで過激にやろうかな。でラストはすごいじゃないですか。であれは別の日に要するに全然撮れなくて別の日に撮ったんですけど、あれ東京湾の中なんですけど、そのたまたま偶然でしょうね、少し曇ってたんですよね。だからワンカットでぐーっと引いてきてもなんか大海原にいるんですよね。あれはだからね奇跡だなと思いますね。絶対東京で見たらバレバレになっちゃうのがあの日に限って変にちょっともやってて、で多分絶対救いようがないんだけどなんか軽い顔して船に乗ってる2人がいるっていうのはいいじゃないですか、ラブストーリーだと思います。ラブシーンがね、僕いろんな作品やってて最初その先輩に言われたのは、やっぱり編集の人間っていうのはやっぱどこかで尺切らなきゃいけない切らなきゃいけないと考えるんですよね。でそのどうしても少しずつでも切っていけば切れるかなと思って、その若い時にそのラブシーンを少しちょっと短めにしたんですよ。それは何かというと、ラブシーンなんてカットバックですよね、この女性との。でそれを見てあのあと音楽入って仕上がったものを見たらあまりにもあっさりしてる。要するに音がなく見合ってるからそれは短くなるかって違うんですよね。音楽が乗ってきたり感情が乗ってくると、ただ見つめ合ってる人間のカットバックがお前が考えてるかお前考え浅はかだぞと。そんななんかあっさりしたカットバックにしてあのでも要するにサイレントで単純に一人夜中編集してて尺縮めなきゃなって思ってるとそういうことを考えちゃうんですよね。でもその時って編集で一番大切なことを忘れてたんだなっていうのがあったんで、ラブシーンっていうのは多少ぬるい方がいいっていうのは、それは自分が思ってたやりか劇版入ってきて音楽入ってきたらそのシーンは絶対持つんだっていう自信がないとラブシーンはつなげないですね。せっかちなラブシーンは見ててやっぱりつまんないじゃないですか。はい。ということを大事にしたつもりです。三池監督はやっぱりアクションうまいですから、そのアクションを要するによく見せるのは僕の仕事だと思ってます。それはその
技術もあるんですけど、やっぱりその、まあ、編集的な技術で言ったらそのアクションをつなぐ技術って、ね、具体的なこと言うとあることあるんですよ。セオリーみたいなのがね。例えば刀をヒュッと抜くとか銃をパンと撃つっていう時は、要するに銃撃ってから何コマ目ぐらいで次のリアクションが来るんだっていうのは、それ物理的に映画の理論として歴史としてあるんですよ。でそれが崩れると見てる人がおかしくなってきたりするんで、刀抜くっていうのもこうよりがあってヒュッと抜いてヒュッと切るっていう時に引きとよりとどこでつなぐんだとかっていうと、本当は理屈があるんですよ。要するに動きの50対50でつながっても全然面白くないんだよね。やっぱりヒュッてきた3対7ぐらいが一番面白いんですよ。そういう動き殴るって言った時に相手の力のこうなって切り返した時はどこで切り返すんだっていうポイントがあるんですよ。でもそれをあんまり気にしすぎちゃうと、やっぱり下手な役者はやっぱ下手に見える。それはつったらどうしていくんだっつったら、当たってなくても当たったように見えるリアクションの開始を早くしてやるとかっていうことを積み重ねていって成立させていけば、そのアクションっていうのは成立すると思います。で監督の取るアクションっていうのはやっぱピンポイントですね。監督格闘技がいろいろやられてる人です。で僕も格闘技オタクなんですよね。結構格闘技好きだから、そういう話でニュアンスが伝わるんですよね。蹴るんだ、蹴るを取った時はどうだで、構えてきた時はどうなる。あとはその芝居でももう戦う前のカットバックっていうのは、まあ、要は居合みたいなもんじゃないですか。そういう間を作りたいんだ、飛ばすところは飛ばすんだ、重ねるところは重ねるんだっていうようなことをやりながら、まあ三池組のアクションを監督とずっと作り続けていって、だんだんそれにブルーバックになったりワイヤーになったりしながら進化してるじゃないですか。そしたら僕もそれをどんどん勉強しながら、もうワイヤーでこう飛んでいったらこうなんだかな。だから現場のスタントの人やアクション監督の人たちも仲いいですからね。もうその人たちと進化しながら新しいアクションを作っていく。でその部分はその部分の三池組の要するにまあセールスポイントでもありますから、ただアクションだけじゃないよっていうのがそこにさらになって、そのバランスでしょうね。そのバランスを作るのがだから俺の仕事なんですねと思います。まあ監督のおかげですけど、というようなことでいいでしょうか。はい、ありがとうございました。